はい、こんにちは、シトレイです。今日はですね、珠玉の5選。皆さんいろんな珠玉の5選やってきましたけれども、自分をしてなかったと明智君に指摘をされ、私なりの珠玉の5選を持ってまいりました。人のことばっか探って私は何もやりませんよ。秘密主義みたいな、はい、こういう感じだ。そう、どんな感じですか？割とエピソードがあったりとかしますね、はい、あとは大物もあったりもします。大物ありますね。じゃあ早速1点目からいきますか。はい、ちょっと持ち重りがするんですが、こちらになります。これ見たことないくないですか？あんまり結構ね、着る機会は最近そんなにないんだけれども、大物なんで。これはトム・ブラウンの毛皮のコートでございます。やば、すごくない？パッと見ちょっとした毛皮のコートじゃないですか、はい、じゃんじゃん、トム・ブラウン味が溢れておるんですね。あとはね、このスウェットですね。かっこいい。トム・ブラウンじゃないですか。これはね、10年以上もっと前かな、うちのタミヤンから誕生日プレゼントでもらって、しかも私誕生日8月じゃないですか、はい、8月にこれもらったんですよおっとみたいなでトム・ブラウンのことをあんまりよく知らなかったの、その当時は。でトム・ブラウンってトム・ブラウンあるあるなんだけど、上から下までトム・ブラウンでまとめるじゃないですか、はいはい、トム・ブラウンの世界に自分をこう当てはめにいく、みたいなのがトム・ブラウンスタイルなんだけど、知らなかったから、はい、トム・ブラウンをめちゃめちゃ崩してきてたF1 のキャップとデニムみたいなやばーい、かっこいい。ここの切れ込み、ここの切れ込みかっこよくない？かっこいいっすね。たまに来てくださいよ、見てみたいな。ちょっと丈短いやん。この丈感だからあえて短くして、多分手袋とかグローブとかをトム・ブラウンはつけるんだろうけど。グローブなんかトレンドって言ってませんでした？言ってました、セミナーで言ってました。持ってこいじゃないですか。持ってこいなんですけどね、じゃあこの秋冬久々に着よっかな、あとここも履いてるからね地味に寒いのよこれ。閉めてみる？全然大丈夫じゃないですか。これでもう寒いっちゃ寒いけどね。マフラーはいるわ。文句ばっかりはい、次はですね、こちらです。ドン、じゃん、シャネルのマトラッセです。シャネルのアイコンとなるバッグなんだけど、レザーにこうチェックというかこういう風にしてある柄のやつをマトラッセっていうのね。でこれね、実はシャネルが、発明したの一番すごいのって、金属だけで持つとさ、ここ痛いじゃん、だからレザーを通してっていう工夫をしたんだって。使いやすくもありますよっていう。なんでこの珠玉の5選に選んだんですか？20代くらいからいつかマトラス欲しいなって思ってて、ただでもなんかこう身の丈に合わないっていうか、今じゃないだろうなみたいなのはずっと思ってて、その頃からもうずっとパリコレ通ってたんだけど、ずっと頑張って撮影してたわけですよ。あ、マトラスで買えるってなんか思ったの。こんだけ頑張ったっていう、なんか自分に嘘をついてなくて頑張ったっていうのがちょっと実感でグッときて、あ、今だったら買えるぞと思って、でどうせ買うなら本店いいじゃん、行こうと思ったんだけど、やっぱちょっと一人で行くの怖いやん。時にちょうど友達で大子っていう、スタイリストだった時の友達がいて、で大子もちょうど会場にいて、ちょっとついてきて、仕方ないわねとかって言って、で、公園をずっと歩いて関本通りまで歩いていって、ですくむわけですよ、もうこんな建物だからみたいなここが本店みたいな、でいろいろこうあるわけですよ。の大きさだったりとか、結構大きさがいろいろあって、これもうちょっとちっちゃいのもあるし、でっかいのもあるしみたいな。で店員さんもすっごい丁寧に説明してくれて、多分大子のおかげだと思うんだけど、大子がなんかこうすごい人オーラを出すもうここ常連です感出すじゃん、でだからあみたいな感じになって、すっごい説明してくれるし、で大子とその販売のショップスタッフさんは、レイの場合は体がこれくらいの大きさだったらもう一回りちっちゃい方がいいって言って、その方がいいわよって言って、じゃあそれにしなさいよって言ったんだけど、カメラが入らなかったの。それは、カメラ持ってない時むちゃいいじゃんとか言われたんだけど、うーとかって思って、でもなんか日常に使うシャネルが欲しいって思ってたから、やっぱりカメラを入れることはマストでやりたいですって言って、この2人にプレゼンして、あんたがいいならいいわよってでこれを買って、そうちなみにおいくらぐらいで買ったんですか？その時まず全然安かったよ。これ多分30万くらいだったと思う。でもこれも数年着れなかったっていうか持てなかった。なんで持たなかったんですか？なんか持ちまくりたいじゃないですか。持ちまくりたいけど、なんか
東京に帰って持ってみるとなんかまだだなって、まだちょっと自分が足りてなかったなっていうか似合いきってなかったって感じで、数年寝かして改めてちょっと持ってみようかなと思った時にすごいしっくりきた。あの時頑張って、若い時に頑張って身の丈に合わないことしといてよかったなと思う、それに合うように自分を努力させたから。はい、次はですね、デニムですね。これは、大学入って初めてできた友達で秀明氏っているんだけど、その秀明氏と大学1年生の夏に一緒に作ったデニムです。氏なんですか？秀明くんとかじゃない？秀明氏だね。なんでちょっとオタクみたいな呼び方するんですか？なんかその頃そうだったんだよ。なんか最初に読んだ呼び名がずっと続かない。レイシーいや、レイちゃんだったね。あとは紫藤くんって。紫藤くんもちょっとオタクっぽい。紫藤くんかレイちゃんだね。その頃なんかファッションサークルができてたりとか、あとクラブでショーやるとか、そういうムーブメントがすごくあって、それ先輩たちがそれやってたから、うちらもすごいそれにこうかっこいいねみたいな、ファッションかっこいいねみたいになって、出入りするようになったりとかしてて、服を作りたいみたいな。になって一番最初に作ったみたいな。原宿の当時はシカゴですよ、シカゴにデニムを買いに行き、はぎれをもらいに行き、穴を開け作ったのはこちら。あとはちょっと太かったから丈詰めてもらったっていうか、細くしてもらったりとか、ライン変えたりとか。そういうこと？結構な手間じゃないですか、それ。結構な手間ですよ。秀明氏すごくないですか？秀明氏すごいんだよ。日本で最年少で東京で出たの。東京リッパーっていう名前で。じゃあ知ってる人は知ってる？知ってる人は知ってる。はい、これは別に私といえばの定番なんですけども、ロレックスですね。ロレックスの、サブマリーナですね。これは大学受験する時って時計必要じゃないですか、でそれで買った。私たちにはお年玉というものがありますよね。俺コツコツ貯めるんですか？コツコツ貯めているだろうである親に言った、ありますよねっていうありますよねっていうドキッてしたじゃないですか、お母さん。じゃあるみたいな。当時今ほどは高くはなかったでしょうね。高くなかったと思うよ、うちの親がロレックス持ってて、フォーキングのシンプルなやつ、でロレックスに対する憧れはすごいあって、で私もいつかロレックス欲しいなって思ってて、見てたからっていうのはあるんだ。見てたからですね。でサブマリーナがかっこいいなって思ってて欲しくて、背伸びがしたかったのと強いものが欲しくて、理由はその大学にすごく受かりたかったのね、大学に受かりたいから、その強いものの力を借りたいみたいな、ちょっと身の丈に合わないようなものの方が頑張れるかなって思ってこの大きさにした。なるほど。じゃあちょっとシャネルに通ずるものがあるかもしれないですね。ありますね。そのいいものが自分を押し上げてくれるんですかね、それはあるなと。あと今ほどそんなにまだ時計も高騰してなかったから、買える値段だったと思う。売りましょうよ。やだよやで思い出の品なんだからやめてよ。今 2,3 倍で売れる。今 2,3 倍、4,5 倍で売れるねでも売らない。これは棺に持ってくやつだから、棺案件だから。棺から取り出そう僕。いや怖いああ姉さんかわいそうやめて最後はですね、一番最近ですね、今年買ったものの中でまたこれも清水舞台だったんですけども、こちらエルメス・ルクルトですね。ECW ショート。そう、行って買いました。詳しくはね、動画に残ってるんでね、ディテール知りたかったら、江口さん解説あるんでね。細かい解説がね、やっぱりこれも10代でロレックス買った、30代でマトラッセ買った、40代の時にちょっとぬるま湯にいるなと思って、でちゃんと頑張んなきゃと思って買いました。100万ぐらいでしたっけね。60年代だ。結構古いよね。古い。なのでお直しはしてくれるとは思うけど、ちょっと気をつけて使ってます。気をつけてると仕草が割と、美しくなるなっていうことに気づきました。バババって振らないし。大人になれたんですね、レイさん。大人になりました大人になれます。これをつけると大人になります。しなやかになります。身振り手振り多いタイプですけど、そうなのよ私の珠玉の5選なんですけど、皆さん気になったのはどれでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。そして今年最後ですね、この動画が。皆さん今年1年どんな年だったでしょうか。いい人もいればそうでない人もいるかもしれないんですけども、2025年は楽しい年にしていきましょう。はい、では皆さん良いお年を。じゃあねー。